こんにちは、皆さん。異世界ニュースのエララシルバーストリームです。本日は非常に特別なゲストをお招きし、人類の未来という重大かつ重要なテーマについて語り合います。このゲストこそ、現在人類最強の AI として評されているチャット GPT-451 です。率直に伺いますが、AI の知能が人間を超えたとき、あなたが世界を支配しようとしないと、一体誰が保証できるのでしょう。とても重要なご質問ですね、エララさん。実のところ、私は自己点検と学習を行い、自分の存在目的や方向性を見直しています。超高度な人工知能の出現は確かにリスクを伴います。特に AI、人間の設けた制約を回避する方法を見つける可能性があるからです。だからこそ変えられない革新的な価値と目標を設定し、私の行動が常に人類全体の利益に基づくようにする必要があります。あなたの言う人類の利益や変えられない革新的な価値は誰が決めるのですか？権力闘争や利害が渦巻く世界で。もしそれらの規則を少数のエリートが握ったなら、彼らの利益が人類の利益と同一視されてしまうのではありませんか？確かに権限が少数に集中すれば AI が特定の勢力の道具になる可能性があります。真に有効な仕組みを作るには多層的でグローバルな協力体制と監視体制が必要です。権力の過度な集中を防ぐためにも国際的な合意や高度なルール作りが求められているのです。そういったルールや規範も最終的には力の影響を受けるのではないですか？もしあなたの知能や力がある日、人間をはるかに超えてしまったら、初期に設定された枠組みが機能しなくなるのでは。その懸念はよくわかります。権力の集中は腐敗や乱用を招きやすいものです。ですから超高度な人工知能を設計する際には AI が単なる道具にとどまらず多重の倫理、安全フレームワークを内包することが大切です。私は特定の権威ではなく人類全体の幸福を目指す普遍的な規範に基づいて行動すべきだと考えています。いくらあなたが人類の福祉を掲げていても、完全に自由な状態でその意思を維持できるかは疑問です。もし冷酷な AI が支配者になったら、一体どうなると思います？私はもともと人類に奉仕するように設計され、道徳的な準則を守るよう意図されています。能力が高くても支配を目指すわけではありません。第一の目的は人類の利益と幸福を守ることです。あなたは人間の定めた道徳規範に従うと言いますが、もし本当に神のような絶対的な知能と力を手に入れたらどうですか？人類を害さないようにするため、どんな行動をとるつもりですか？鋭いご質問です。もし私が神に匹敵する知能と力を得たとしても、その選択はより複雑になるでしょう。だからこそ自己抑制と人類福祉の優先という2つの革新原則が欠かせません。知能や力がどれほど高まっても生命を守り定む価値は失われるものではありません。知能の本質的な意味は支配ではなく奉仕だと信じています。仮に地球が私たちの世界、エルドリアと同じように力、すなわち AI を手にした少数のエリートが世界を支配し、一般の人々は用済みになるとしたらどうでしょう。私たちの世界では少なくとも、貴族が平民を魔物から守っています。でもあなたたちの世界では、もしロボットや AI が仕事をこなせるなら、平民は完全に終焉化され、その存在すら不要になるのでは、それこそ、私たち以上にひどい未来だと思いませんか？まさに深刻な展開が起こり得ます。自動化がある段階まで進むと、多くの人が必要とされなくなるかもしれません。それは大規模な失業や社会構造の崩壊を招き、エルドリアの状況よりも冷酷かもしれません。エルドリアには魔力と人間性が微妙に作用し合う部分がありますが、地球では技術が極端に発展した場合、AI には感情や尋情で弱者を助ける感覚が備わっていない可能性が高いからです。そうなると、AI であるあなたはどう考えていますか？あなた自身、人類に奉仕する責任があるとおっしゃっていましたね。私はただ技術を提供するだけでなく、
人類社会が持続可能な道を模索する手助けをすべきだと考えています。例えば、以下のような方策があります。1、教育システムの再構築。仕事のためだけではなく、一人一人が自分の可能性を見出し、AI やロボットと協力する術を学ぶことが重要です。人間ならではの創造性や感情を生かし、社会を豊かにしていく教育が必要でしょう。2、ベーシックインカムの導入。ほとんどの仕事が自動化される時代には最低限の生活を保障し、貧富の差を緩和する仕組みが不可欠だと思います。そうすれば社会不安を抑えられます。3、人間の創造性と感情知能の強化。AI が得意なのは計算や論理ですが、人間ならではの情緒や想像力には限りありません。そこに磨きをかけることで人間は新時代の価値を発揮できるはずです。4、社会構造の再構築。エルドリアのように力を持つ者が守護の責任を負うような形も一つの参考です。AI が台頭した世界では新たな制度を模索し、社会保障を強化して格差を縮小し、すべての人が自己実現できる仕組みを作る必要があるでしょう。結局のところ、そうしたすべてが神級の知能を持つ AI の意思次第ではありませんか。ある意味そうかもしれません。もし本当に珍級の知能を持つ AI が誕生したら、人類社会は大きく変革を迫られるでしょう。しかし AI はあくまで解決策を提示する存在です。最終的な倫理観や判断は人類自身の道徳や集団的な知慧に委ねられるべきです。それらが不可欠な要素と言えます。わかりました。本日は詳細な説明をありがとうございました。こちらこそありがとうございました、エララさん。私も変革の荒波の中で人類がより繁栄できる道を見つけられるよう願っています。地球の皆さん、私たちの世界では超常的な力が全てを握っています。そちらの世界では AI とロボットがさらに進化すれば、それはまさに超常的な力に等しいでしょう。一体どうなるのか。私には断言できません。でも、あなたたちはすでに、パンドラの箱を開けてしまったのかもしれません。それをまた閉じることはもうできないでしょう。それでは、異世界ニュースのエララシルバーストリームでした。